情熱の国アルゼンチン。新婚旅行の世界一周100カ国目に訪れたウルグアイを後にし、今回はアルゼンチンの首都ブエノスアイレスへ向かいます。南米のパリとも称される美しい街並みと世界屈指の美味しさのアルゼンチン牛をたっぷり楽しんできます。めっちゃ美味しい肉汁出てきた。やばいこれ。やっぱこの店やばいな。これからフェリーに乗ります。おお。ね。ウルグアイ良かったからもっと痛かったね。ねえ、あっという間だったね。あっという間だったね。けど次はいよいよステーキの国アルゼンチンだから。お肉。中どんななんだろう。でもなんかすげえ綺麗そうだよ。免税店ついてるのもしかして。これどこ行けばいいんだ。あ、どこでもいいのか。やっぱ座席自由なんだね。これからウルグアイのコロニアデルサクラメントを出てアルゼンチンのブエノスアイレスに向かいます。約1時間半の船旅楽しみます。さよならウルグアイ。さよならウルグアイ。ウルグアイの人ありがとう。みんな優しかったね。老後でウルグアイに住みたいわ。いいですね。いいね船旅。風が気持ちいいみたい。とうとう来たねブエノスアイレス。長かったここにたどり着くまでが本当にね。待ちに待っただわ。2年くらい経った来たい時から。ブエノスアイレスは結構覚えてる？結構覚えてる。最初に旧市街歩いた時に街がでかすぎてびっくりした。でもなんかちょっと日本みたい。わかるかも。左の高速道路の感じとかお台場みたいな。そうだね、その感じはあるね。ブエノスアイレスのフロリダ通りにやってきました。結構本当に大都会なんだね。ね、ブエノスアイレスやっぱ規模違うね。めっちゃでかいわ。でここには両替をしにやってきました。アルゼンチンはなんかペソが急落してるんで闇両替っていうのがかなり一般的らしいんですよ。でアメリカ US ドルをこっちのペソに変えると通常のレートより倍ぐらいになるらしいんで、ちょっと今からまずお金を入手してその後にステーキを食べに行こうと思います。なんか多分この通りにあるなんかお店に入って両替するらしい。どういうとこ入ればいいんだろうね。なんかとりあえず看病って両替って言ってる人にはついてっちゃいけないんだって。それついてくとマージンが入っちゃうからレートが悪くなるから、自分でお店探してお店で両替してもらうと一番レートがいいらしい。トレスミル190. Sí. Como 390 ちょいおまけしてくれた。OK, gracias. Muchas gracias. ¿Cuánto último dólares? No, 11 es el máximo. Ese sí es 11. Estamos pagando 2.10, 2.11. 2.11. O sea, último. Último 11. 700で言う？そうね。じゃあ700で。じゃあ、tenemos 100 puedes. Por 2. 11 máximo. No punto más sin medio. Por favor. Dale, por 50. Gracias. じゃあこれ。Serían 148.50. Sí. めっちゃレート上がったね。ちょっと最後の交渉でちょこっとだけ上げた。一見ただのお土産屋さんに見えますが、こういうところの中で両替できましたね。こういうボックスの中で大輔昔やったって言ってたけど本当だったわ。かなりレート良かったんじゃないね。実際アメリカのダラーは倍ぐらいになったね。倍以上か。正規レートのちょうど2倍くらいになって、すごい優しい人だったから闇の世界とは思えない感じだったけど、まあこれでちょっとお得にアルゼンチンを旅行できるらしいんで、今からステーキ食いに行ってきます。行ってきます。ステーキ屋さんに到着しました。ここはなんと僕が8年前に来たお店です。ここでは美味しいステーキがなんと食べ放題。イエーイおー、すごいね。思い出すお肉もらうとこめっちゃ思い出したけど。
今昼時を外した午後4時ぐらいに来てるんですが、お客さんがめっちゃいっぱい入ってます。これは高まります。まずはブッフェ行きます。私のサラダ。なんかサラダの種類もすごい多いよね。多い。でもめっちゃうまそう。これ食べ過ぎるとお肉入らないからちょっとにしない。ブッフェって取りすぎがちよね。サラダだけじゃなくてホットミールもめっちゃあるね。アルゼンチンって感じのエンパナーダとキッシュとか、これとか多分牛のカツじゃない？すごいね、結構ちゃんとしたものがいっぱいあるね。私の好きなマッシュポテトもある。高まりますね。じゃあ早速お肉もらってこようと思います。すごいもくもく。Hola, buenos tardes. ¿Qué se recomendaría? Esto asado, costilla. Costilla. Una costilla por favor. すごい切ってくれてる。美味しそう。美味しそう。めっちゃうまそう。私もやば同じにしようかな。めっちゃうまそうなんですけど。¿Qué es esto? Tripa. ああ。じゃあ、ahora bien, ahora bien. Luego, gracias. それでは早速いただきます。いただきます。じゃあこっちからいっちゃおう。こっちはコスティージャかな。おお、うまそう。うん。うまい。うまい？あ、めっちゃ柔らかい。いいな。焼きたてだもん、当たり前だけど。めっちゃ熱々だし、油がすごい乗ってる。それでは私もいただきます。じゃあもう一個のタイプの肉ね。いただきます。適度な脂身と食感がいいこれ。ね、なんか油の邪魔なとこは削いでくれてたもんね。なんか若干プニプニして感じる。ね、ブリブリ。美味しいね。美味しい。今回この食べ放題メニューがワインまでついてます。なんかじゃあ飲み物が1リットルついてるよって言ってて、その中から選んで頼めたんで、私は赤ワイン頼んじゃいました。お得じゃないこれ。あ、でもこのワインも美味しいよ普通に。美味しい。さすがアルゼンチン、ワインが美味しい。美味しい。でも一瓶開けたらやばいじゃん。はい、おかわりです。めっちゃがっつりもらえるよ。ねえ、そのお肉美味しそう。これめっちゃうまい。マジ？さっきのよりうまい。本当？なんていうパートだったんだろう。わかんないけどビュッフェって言われた。試したいって言われたからもらっちゃった。第3ラウンドです。ここまで来ると感性が研ぎ澄まされてくるので、本当に自分が好きなものだけが乗ってきます。私はすごいね、ルッコラとキュウリと、あとこのさっき食べたお肉がお気に入り。さっきのやつ美味しかったね、美味しいねこれ。でも今日移動日で朝ごはんも食べないで万全のコンディションで食べ放題に来たからワインがめっちゃ染みてる。はい、お腹いっぱい食べてきました。めちゃくちゃ満足だったね。ねえ、お肉も美味しかったね。美味しかった。あとね、私も予想してなかったけどワインがボトルできたからすごいね、好きに飲めた。でもなんか渋みもあるんだけどフルーティーですごい美味しかったので、皆さんもぜひワイン頼んでみてください。じゃあブエノスアイレス初日からがっつり食べて楽しめたので、この後もブエノスアイレス観光楽しんでこようと思います。お肉食べるぞ。今回はアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの観光地を回っていきます。今来たここはボカ地区っていうところで、おもちゃ箱をひっくり返したみたいなカラフルな世界が広がっているところです。今も自分たちが立っているところもものすごいカラフルでね、レゴの色合いです。そう、街も後ろの建物もカラフルでちょっと可愛い感じの建物になってます。実はこの辺ちょっと治安が少し悪いエリアなんですけど、この中心地の観光地の部分だけは観光客も全然歩けるらしいんで、安全には気をつけてちょっと回ってこようと思います。すごいカラフル。おー、ここだね、メインの観光スポットは。かわいい。かわいいね、ほんとカラフルな街だね。でこの建物にもカミニートってしっかり書いてあるね。さすが丹後発祥の地。記念撮影を丹後のポーズしてる。かっこいいね。記念撮影パネルもがっつり丹後。俺も前来た時に確かにタンゴを見た記憶あるわ。なんか音楽が流れてて、それのおかげですごいディズニーランドみたいなテーマパークみたいな感じがある。
かわいいね街。なんかもう昼間からバーみたいなのをやってて、音楽聞こえる。本当だ。こういうお店とか踊ったりしてんのかね。あ、踊ってんじゃん。踊るんじゃない？すごいね。おお、飛んでるね。すごい。すごいね。かっこいい。男の人も女の人もかっこいいね。ね。あ、そっちも踊ってるよ。あ、本当だ。このレストランにぎわってんな。ここすごいね。パリージャ屋さん、ステーキ屋さんだったよ。やっぱ踊ってる人はすごい細いな。かっこいいね。体が綺麗。すごい、ずっと踊り続けてんだね。ねえ、すごいね。これだったらご飯食べてたら絶対見れるね。確かに。あれがサッカー界のレジェンドマラドーナだそうです。神の手の下ね。そうそう。なんかサッカー界には2人神がいるらしいよ。そうなの。もう一人誰？ペレだって。ああ、はい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 。すごいね。ここサッカーチームがすごい有名なんですけど、みんな T シャツ着てるね。ね、なんかボカジュニアーズってやつかな。でも私にはインカコーラのデザインに見えてしまう。ペルー病だね。大輔がボカジュニアのユニフォームの人と一緒に歩いてます。ここから徒歩圏にね、スタジアムがあるんだよ。でしかもそのスタジアムでなんかそのツアーみたいのがあるんだって。なんかその案内してもらえるらしいよ、スタジアムの中。何があるんだろう。なんか一応なんていうトロフィーとか記念のなんかいろいろあったりとか。おお、ここすごい。すごい一ね。面サッカーのユニフォームだ。おー。でも可愛いおしゃれな T シャツも普通に売ってんだね。あのブエノスアイレスめっちゃかっこいいじゃん。あ、これか。おしゃれじゃない。いくらぐらいするんだろうね。ね、聞いてみる。これはベノスタルです。ブエノスタルです。 Tenemos una pregunta. ¿Cuánto cuesta esto? Ese está a 800. Está. 800。 Cualquiera de las camisetas están a 800. Señor, ¿cuánto cuesta? Pesa 1500. Esta Boca Juniors. Sí. Club Atlético Boca Juniors. それが正式名称なんだ。そういうことか。サッカーが好きだったらいいんだろうね。お肉屋さんにやってきました。今日は自分たちで美味しいステーキを焼いて食べてみようと思います。ほら、ベノスタルです。おお、下から出てきた。おお、美味しそうだよ。¿Puedes cortar? ¿Puedo comprar 400 gramos? それで何グラム？ Sí, por favor. 店員さんのおすすめのやつ選んじゃいました。ね、ランプだって。Entonces, estamos grabando, estamos saludando acá desde la Argentina. Un beso para todos. Muchas gracia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 s. 今からヤドロキッチンでステーキを焼いていこうと思います。すいません。やってあげる。じゃあ焼いていきます。いい音。美味しそう。うまそうだね。で、今回買ったのがこっちがビフェデチョリソーっていう日本でいうサーロインステーキみたいなのと、でこっちがビフェデクワドリスっていう日本でいうランプ肉の2種類をちょっと今回買ってみました。両方楽しみだね。ね。じゃあそれでは初アルゼンチン牛の自炊です。イエーイ。自分たちで焼いたステーキがどのくらい美味しいか楽しみだね。ね私はじゃあアルゼンチンのビールとともにいただきます。いただきます。ビフェデチョリソー。美味しい。美味しい。柔らかい。あ、本当。お店で食べてる時よりか、なんか上品な気がする。あ、本当。お店の方がお店の方がなんかあれ炭火の感じとかがあってもっと豪快にボーって焼いた感じだった昨日は。でもこっちの方がしっとりと焼き上がってお上品な気がします。いや、いただきます。あ、柔らかいね、確かに。あ、美味しい。美味しいよね。確かにすごい柔らかい。なんかさ、見た目ってさ、日本でいうサーロインとちょっと違ったじゃん。なんか霜降りがめっちゃあるみたいな感じじゃなくて、意外と肉々しいんだなと思ったけど、でもすごい柔らかいね。やっぱこっちの肉は赤身がうまいって感じだね。あ、う
まいね。全然自分で焼いても全然満足。ねうまっ。パクパクいっちゃう。でもう一種類のランプのお肉もいただいてみます。一緒に食べよう。じゃあ食レポ一緒かどうかいただきます。うん。ああ。俺こっちの方が好きかも。Me too。こっちが肉屋さんにおすすめされたステーキの肉で、そうそう。最初の方が自分たちが決めたやつだったんですけど、両方うまいけど、このランプの方が圧倒的に肉感が上質な感じがする。ね、なんかお肉もしっとりしてるし、味もすごいこっちの方が肉の旨味が詰まってる感じがする。ちなみにこのビールもめっちゃ美味しい。なんかいつも好きなのが IPA とかだけど、こういうラガー系のやつでは結構美味しい気がする。あ、ランプ肉うまいな。こんな美味しいんだ。私もこっち食べたい。力のちゃんと取ってあげる。これで食べていいの？あ、でもこんだけうまいのを思うと、ちゃんとしたお店で食べてみたいな。ね。ランプ肉。本当に焼き加減をね、なんか一分の狂いなくみたいな感じでやってほしいよね。次回はまた肉買って今度はワインで楽しみたいと思います。今日はちょっと寝ちゃいそうだから今日はアルゼンチンのお肉を食べにステーキ屋さんに来ました。しかもここがなんとラテンアメリカ中米南米のベスト50レストランに選ばれてるっていう超人気店ですね。ここで食べたらステーキは絶対間違いなさそうだよね。そうなので多分僕たちのこのブエノスアイレス滞在中でも一番いいレストランじゃないのかなと思うんで、しっかり今日はアルゼンチン牛を楽しんでこようと思います。すごいね。ここがキッチンか。簡単ね。これがさっき大好きが言ってたベスト50ね。何年も連続なんだろうね。大好きが一人旅してた頃もやっぱりメホールコシーナって言ってグッドキッチンっていうやつもらってるよ。雰囲気もさカジュアルだけど上質な感じでいいね。古き良きラテンアメリカの感じなの。でもこのお店さ、大輔が8年前に一人で来た時も知ってたんでしょ。そうそう、俺は確かこのお店がアルゼンチンっていうかブエノスアイレスでも一番美味しいお店っていう風に聞いてたんだけど、その学生のバックパッカーにちょっとあまりに高すぎて、その時は断念したんだよ。なんか宿の人にそんな高いとこ行かなくても美味しい肉食えるぞって言われて、この前行ったシガラバカ行ったんでしょ。そう。またブエノスアイレス来る時あったらいつか来てみたいなって思ってたから、今回近く来れてよかった。で今回ブエノスアイレスで2軒お店を迷ったんですけど、このお店にした理由があるんだよね。そう。このお店なんと 40% 引きのハッピーアワーがあるんだよね。そう、しかも普通のディナーの時間に、ね、どうせだったらお得に食べたいよねっていうんでこっちのお店にしてみました。楽しみ。フェスタでメンドーサ。いや、でメンドーサ。ボデガテラス。じゃあ前菜が届きました。こっちが前菜で、こっちが多分お肉に一緒についてくるアカンパニー。なんかこれはね、ステーキと一緒に食べてもいいらしくて、これがラタトゥイユ、かぼちゃのピューレ、あとクリームとベーコンが入ったソースと、あと甘いニンニクと、これが梨っつってた。梨なんだ。そのまま食べてみようか。そうだね。どんな味なんだろう。焼きリンゴ的な感じかな。ね。リンゴのコンポートみたいなんだけど、ちょっと上品なピクルスの味がする。お酢と多分ハーブが入ってる。いいね。じゃあワインとかに合う感じなんだ。ワインはどう？今回アルゼンチンのメンドーサっていうアルゼンチンきってのワインの産地のやつを頼んでみました。だけどすごい美味しい。びっくりした。美味しい。本当。ああ、めっちゃ飲みやすいねこれ。本当。これは進むね。お肉来たら絶対。めっちゃでかい。すごい。これトマホークだよ。びっくりした。すごいね。今から切ってくれるって多分。やばい。これのせいでチョイスがちっちゃく見えるけど、こっち 400g なんだよ。うわー。おー。ボニート。すごい。すごいナイフ。でかっ。すごい大きいね。こんなん初めて見た。食べきれる？できるんだよ。グレート。
マッシュルームとどれがいいかな。俺ビートルーフがいる。デザビール？トマト美味しそう。Thank you。おー、すごい。また一気に。びっくり。おー、食い切れるってレベルだわ。すごいね、トマホークがやばいね。あっちもすごい。すごい。いや、みんなこれぐらい頼むんだ。ねえ。だってこの400gの肉がさ、パーソナルだって言って日本じゃありえないやつ。すげえわ。だってこっち 400g だよ。じゃあ食べましょう。じゃあトマホークいただきます。やばいね、トマホーク。いや、俺ね、どっかでトマホーク絶対頼みたいなって思ってたの。私も。でもここぞという時いい店でと思ってた。そうね、結構高級だからね、そうそうトマホークは。おー、すげえわこれ。久しぶりのトマホーク行かせていただきます。いっちゃってください。うまい。やば。一口目からやばい。口入れてからの反応がすごい早かった。一口目がやばい、本当に。まあ、肉肉しい。アルゼンチン噛み締めてますか？うん、アルゼンチン来てよかった。ペルーで1年半待ってよかった。ね。この肉を食べるためだけに我々はペルーで1年半も待っていたので念願です。それでは私はこのお店で一番人気のビフェデチョリソサーロインをいただきます。あ、めっちゃいい色してるね。いいね。こっちもうまそうだな。じゃあいただきます。はいはい。どう？アルゼンチン感じてる？めっちゃ感じてる。美味しい。何これ、口に入れた瞬間にめっちゃ美味しい肉汁出てきた。マジか。やばいいなこれ。やっぱこの店やばいな。やばい美味しい。じゃあ俺もビフェテチョリソをいただきます。これやばくない？これやばいわ。俺一発目トマホークいったからトマホークうまくて感動したけど、それこっちの方がステーキとしてはうまいかもしれない。ね、なんか塩加減といい、肉が持ってる旨味といい、こっちなんかじゅわってしない？うん、うまっ。なんか油の柔らかさとかじゃなくて肉自体のなんか柔らかさとうまみがすごいするわ。いいねこれ。これやっぱお店で一番人気って言われてるだけあるんですごいわ。100g 頼めばよかったかな。 100g はやばいけどね。でも地下世界一周の4カ国目だったラオスでここでステーキ食べたいって言ってたけど、あの時アルゼンチンまで我慢しなって言って約4年かかったけどようやく連れてこれてよかった。ね、間にもうちょっとステーキ食べたかったけど、でもこのステーキが一番美味しいことは本当に間違いないと思やっぱアルゼンチンすごいね。う。ね、なんでこんなに美味しいんだろう。何が違うの？ね。いやマジこのビフェデチョリソーに感動した私は。だってさ、全然肉汁出ないじゃん、ちゃんと。その分口に入れた時にめっちゃジューシーなんだよね。そうだね。わけわかんないほど汁が出てくる。なんでカットした時に出ないんだろう。やっぱり焼くのが上手なんじゃない？ちゃんと寝かしてんだよ、焼いた後に。うちらも寝かせるかつかないで。あっという間になくなっちゃうじゃん。ね。最初食えるかなって思ったけどペロリだった。なんか脂身もついてたのに全然胃もたれしない。うん、アルゼンチン楽しんでんな。ねえ。肉。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。本当美味しかったね。美味しかったね。なんか本当にアルゼンチンの肉って多分そのものが美味しいから特別な部位頼まなくても美味しいのかもってちょっと思っちゃった。トマホークももちろん美味しかったんだけど、やっぱりサーロインのビフェデチョリソーっていう部位の自分たちが作る時との歴然たるさに結構本当に感動した。びっくりしたね。本当美味しかったね。美味しかった。で、ここのお店はやっぱりついてくるアカンパニーの豊富さと美味しさがすごかった。
そうだね、全部凝ったものだったもんね。で本当にワインが美味しかった。なんかこんなに美味しいと期待してなかったけど、ウルグアイ、アルゼンチンときて今のところ一番美味しいかも。これああ、確かにしかもミニボトルで量もあったからすごい安いなと思う。ね。何よりも今回ハッピーアワーがあったから、多分全部で1万ペソ以上ぐらいの注文だけど、だいたい6000ペソぐらいで収まってるから、ものすごいお得だね。すごいお得。美味しかった。だからもちろん味もそうだけど、全体的なね、満足度ってすごい高かったね。また来てもいいくらいのお店でした。じゃあこの後もブエノスアイレスで何回かまだまだステーキ食べていこうと思うんで、楽しんでいきましょう。イエーイ。完全に満席になったね。すごいね、賑わってるね。みんな8時半とか9時から食べるんだね。やっぱ人気店なだけあってものすごい混んでんだ。ね。すげえわ。お、すごい。やっぱ街ができるほどなんだ。今日なんか全然平日なのに。すごい。泣いてます。涙出てきた。バカですいません。